皆さんごきげんよう、上川薫です。今回は中東情勢に影響のあるイランのライシ大統領の死亡についての解説をしようと思います。こういった大きな出来事が起こると、それにまつわる陰謀論も数多く展開されるものです。ですから、よりまともな知識を頭に入れておくことにより、そうした先導者に騙されないようにすることを各自でやっていく必要があります。今回の動画では、よくある間違い解説や先導されるポイントについての解説をしつつ、中東情勢について考えを深めていきましょう。まず、ライシ大統領の乗っていた機体が墜落したわけですが、この機体にまつわる情報、イランの墜落ヘリは45年以上前に導入か、制裁で機体の更新進まず、イランメディアによると、墜落したのはアメリカのベル社が1960年代に開発したベル212。専門家は、墜落した機体は対米関係の悪化や経済制裁の影響で航空機やヘリの輸入が難しくなる1979年のイスラム革命以前に導入されたモデルとの見方を示す。このため報道でも45年もののヘリという表現が行われます。イランでは革命が起きるまで親米のパーレビ王朝が世俗主義的な政策を進めた。当時イランはアメリカから多数の航空機やヘリコプターを購入。民間機ではイラン航空が1977年に導入したアメリカボーイング社の 747SP を約10年前まで運用していたほか、現在もイラン空軍では革命前に導入された機材が使用されている。イランでは機体の更新が思うように進まず、部品の輸入も難しいことから安全性に懸念が示されてきた。アメリカメディアによると、ザリフ前外相は今回の墜落についてアメリカによる制裁が要因になったと主張。これに対しカービーアメリカ大統領補佐官は全く根拠がない。どの国も機器の安全性を確保する責任があると反論した。まず最初にヘリコプターの話をしておきましょう。今回墜落したのは1979年よりも前の古いヘリコプターです。しかし、そのようなヘリコプターを大統領が使っていたということもあって、これが直接的な事故原因だと考えられます。そして、今回ヘリコプターが墜落したことにより一つの陰謀論が出ています。これは墜落事故ではない、撃墜されたのだというものです。イスラエルの諜報機関であるモサドの構成員やもしくはアメリカ CIA の何らかの潜入員などがヘリコプターを近場から地対空ミサイルで撃ち落としたといったものです。小型の地対空ミサイルであれば人間一人いればそれを担いで撃ち出すことができるので、そのようなことも可能だという説なわけですが、そもそもそのようなことが発生していたとすれば、今回のようなイラン側の反応はありません。今回イランは制裁がかかることにより機器の更新などができず整備に問題が発生した可能性があり、アメリカが制裁をかけていた。それが今回の事故原因だというふうに非難しているわけです。もしも撃墜されたという話であれば、このような制裁の影響がなんていう話は全くしないでしょう。よくも撃墜したなという形で直接的にイスラエルもしくはアメリカに対して猛抗議していたはずです。ですから、インターネット上で声高に主張するようなアメリカもしくはイスラエルの犯人説といったものは、イラン自身が否定していると言えるでしょう。そして、このようなアメリカ製の古いものを使っているということに関して違和感を持つ人はいるようで、なんでこんな古いもの、しかもアメリカ製のものを使うんだというようなことを言う人もいます。確かにそんな古いものをわざわざなんで今も使っているのかというのは疑問なわけですが、こればっかりはイランの国内事情の話なので、なぜなのかと言われれば、新しいものを買えなかったから、もしくは買う気がなかったからとしか言いようがありません。1979年前のものという話はなぜそこで一度断絶しているかといえば、現在の反米思想が強まった政権と欧米との間の対立によって、実際に制裁がかけられていて様々な物品などを自由にやり取りできないようになりました。しかし逆に言えばそれ以前であればイランは親米国家でしたから様々なものを欧米から購入することができました。イランはエネルギー資源が豊富な国で、しかも欧米との仲が良かったので、様々な国にこのエネルギー資源を売ることができて、基本的にはお金には困らない国でした。だからこそ欧米から航空機や戦闘機など様々なものを購入することができていました。現在でもイラン空軍の主力戦闘機は何ですかという話になったら、F14 戦闘機ですよみたいなアメリカ製の戦闘機が今
今でもイラン空軍の主力機体になっています。もちろんこれもイラン革命以後においては欧米メーカーからの純正品が入ることもなければメンテナンスを受けることもできません。しかしイランは自分たちの独自の技術で代替品はないか、もしくは代替品に使えるようなものを民生品から探してくるといったことを繰り返し行うことによって今でもその機体を維持しています。もちろん本来の性能はとっくに失っていて危険性は非常に高まっているわけですが、それでもなお使い続けるというのは彼らの安全性に対する認識が非常に低いことを意味しています。今回のヘリコプターにしてもこれまで飛んできたんだからまだ大丈夫だぐらいの非常に緩い感覚だったとしか思えません。というのも、例えば制裁を受けているからといっても別にイランは全ての国に対して鎖国されているわけではありません。例えばエネルギー資源が世界市場に売ることができなくなった今でもイランのエネルギー資源を中国は買っていて、それに伴ってお金もある程度は入ってきています。ですから中国製のヘリコプターでよければ、中国製の戦闘機でよければ、そのようなルートで購入する機会だってきっとあったはずです。さて、このような話をして単純な事故の可能性が高いということを言っても、まだまだ突っ込む点はあるじゃないかというのがインターネット上の陰謀論というものです。例えば今回の話で言えば、なぜ大統領と外相がたった1機のヘリコプターに同乗していたんだというような話なども今回の事故の突っ込みポイントだとされています。なぜ2人が一緒に行動していたか、その点についての記事も押さえておきましょう。アゼルバイジャン奪還のダム視察、不時着前にイラン大統領。イランのライシ大統領は19日、搭乗するヘリコプターが不時着する前、旧ソ連構成国アゼルバイジャンとの国境地帯のダムを視察するとともに、水力発電所の完成式に出席していた。国境の北側は、係争地ナゴルノカラバフを拠点としたアルメニア系勢力が長らく支配。ここを2020年にアゼルバイジャンが奪還したことで加速した事業だった。こちらの写真はイランのライシ大統領とアゼルバイジャンのアリエフ大統領です。両国にとって関係のある場所であることから、双方の大統領がこのダムの完成式に出席したというわけです。そして大統領同士の話し合いだけではなく、この国家首脳部の話し合いであることから外相も一緒に行動していたというわけです。水力発電所は国境を流れるアラス川をせき止めたダム2カ所にある。事業はソ連時代に始動していたが、ナゴルノカラバフの煽りでアルメニア側が占領し、国境の南側からイランが整備を進めてきた。インターファクス通信などによると、アゼルバイジャンのアリエフ大統領は完成式で、イランとの関係は地域安定化の重要な要素と強調。ライ氏は、両国の協力を面白く思わない国があるかもしれないが、関係ないと応じた。なんで大統領と外相が一緒のヘリコプターに乗っていたんだという話なのですが、今回の動向には3機のヘリコプターで移動していたということです。では残りの2機、一体何だったかといえば、それは護衛だと考えられています。例えば、首脳が旅客機で移動する際に戦闘機が随伴して警備することがあります。では、ヘリコプターと戦闘機が一緒に飛ぶことはあるでしょうが、基本的には速度差が大きすぎることから、こうした全く違う飛行速度のものを合わせるのはちょっと難しいでしょう。だからこそ、護衛的な意味での機体はヘリコプターという形になり、そして護衛の2機と本命の1機といった考え方をすれば、大統領と外相が一緒に乗っていたというのも別におかしな話ではないのです。では、大統領が乗っていたヘリが不時着しましたよとなった時に、なぜ残りの2機のヘリコプターはその場所に留まらなかったかといえば、それはおそらく事故当時発生していた濃霧の影響です。非常に濃い霧が出ていたこともあり、これは不時着したといったことが判明した後もその捜索活動に非常に大きな悪影響を及ぼしました。2機のヘリコプターにとっても大統領機が墜落したという状況になっても、それが一体どこの時点だったのかはっきりとはわからないぐらいの状況だったのでしょう。だからこそその場を離れるしかなく、事故機の発見に時間がかかったというわけです。なお、アゼルバイジャンの大統領と対面していた完成式典での写真を見る限りは、
空に雲は多いものの、それほど荒れている天候には見えませんでした。この点については、山の天気は変わりやすいといった言葉もありますから、飛び立つ段階では大丈夫だったんだけれども、飛び立った後の天候としては、非常に濃い霧が広がることによって、例えばヘリコプターの操縦士が機体の異常ではなく上下の感覚などがわからなくなるといった人間側の操縦ミスなどを引き起こしたかもしれません。その場合だと古いヘリコプターの問題、それ以外だったかもしれないわけです。以上のような話が考えの土台にあれば、ライシ大統領の乗っていた機体が墜落したから、これでイスラエルと国家間戦争になり、これが中東戦争に発展し、さらには中東各国を全体を巻き込むことから、これが第三次世界大戦だというシナリオは、ちょっとありえなさそうだなというのがお分かりになることだと思います。ちなみに今後の話なのですが、ライシ大統領が亡くなったことにより、イランの国家方針が何か変わるかといえば何も変わらないだろうと言われています。というのも、あの国は大統領がトップではありません。最高指導者と呼ばれる人物、ハメネイ師がおり、彼がナンバーワンである限り大統領が誰であろうとも、結局ハメネイ師の考えが第一に優先されることでしょう。ただ、ハメネイ師も高齢だということもあり、そろそろ後継者を選んでおかなければならないと言われていました。この点についても、おそらくハメネイ師にとっては特に困らないだろうと言われています。というのも、次の大統領候補として彼の息子の名前が挙がっており、いわゆる自分の王朝化を進める可能性すら指摘されています。その場合だと、自分の息子に継がせるんだったら別に何の痛みもないという話になるというのが大方の見方です。しかし、イランという国家全体のことを考えれば、そのような王朝化を進めることは、結局のところ、一部の権力者だけが美味しい目を見るような話で、国民全体としては何ら嬉しいことではないでしょう。そして、ライシ大統領が亡くなったという一報があったとき、イラン国内においては、彼の死を喜ぶ人たちがいることも報道されました。これは、彼には国民を弾圧するといった指導者の面があり、これに反発する国民も非常に多いと言われています。そもそも大統領というのは選挙を通じて国民から選ばれたものですが、イランの選挙も公平性が担保されたような選挙ではありません。北朝鮮でも選挙はありますし、中国やロシアや香港などでも同じように選挙はあります。しかし、選挙があるからといって、それが国民の意思を直接反映するようなものではないということも押さえておかなければなりません。イランの場合、選挙では誰が立候補できるか、その段階において選別が行われ、この人をまず当選させようという結論が先にあって、その人の対抗馬となる人は立候補資格なしとしてそもそも選挙に出ることができません。この人だったら負けるな負けるな負けるなという人だけが立候補できるようにした上で本命を勝たせて、これで国民の支持を受けた正当な何々であるといったことを行うのがイランの選挙です。そういったこともあって、次の大統領選挙に出るのがハメネイ師の息子なのか、それともハメネイ師の言うことを聞かせるためにも革命防衛隊や軍に顔の利くような人物を当選させてその座に据えるのか、どちらにしても基本的に国民の意思とはあまり関係のないところで人選が進められることでしょう。今後イランに大きな何か変化が起こるとしたら、それはハメネイ師の亡くなった後の話かもしれません。それまでは現体制を維持するために、権力側の組織は基本的には反政府活動を徹底的に取り締まる行動をすると私は見ています。というわけで今回の動画では、ライシ大統領のヘリコプター事故により死亡が伝えられました。これを海外の勢力、アメリカやイスラエルの工作だとして戦争が勃発し、それが中東戦争第三次世界大戦の引き金みたいになるなんていう陰謀論を展開する人がいます。しかし現状からすればイランの反応はそのような暗殺説といったものを全く主張しておらず、事故の原因は制裁の影響による整備不良などが引き起こされたといったような話などをしています。大統領の死という非常に大きなニュースではあるものの、現状を何か揺るがすような事態にはならないといったことを押さえておきましょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。